生成 AI で 3D モデルを作りたいけどサービスが多すぎて結局どれがいいのって悩みませんか？トリポ、ハイテム 3D、ロダン、メッシー、ハイアン 3D、次々と新しいサービスが出てきて正直ついていけないですよね。どれを選べばいいの？でも今日はそんな迷える私たちのための地図となるサイトをご紹介します。みんなの投票で今どれが人気なのかっていうのがわかるんです。それでは早速始めていきましょう。東京九段工作ラボオープンです。こちらが今日ご紹介するトップ 3DAI です。みんなの投票で決まるランキングサイトですね。ハイテム 3D やトリポなど私たちが実際に使う商用サービスの出力を直接比較できるんです。一番面白いのが 3D アリーナページにあるバトルモードです。一緒にやってみましょう。1枚の画像がプロンプトとして与えられて、2つの異なるサービスが生成した 3D モデルが並んで表示されます。くるくる回してみますね。左と右とどっちがいいですかね。ではこれがいいって思った方の投票ボタンを押してみましょう。今のはアイテム 3D だったんですね。こうやって世界中のユーザーがこっちの方がいいって投票し続けてるんですね。そしてこのバトルモードで集まった投票結果がこのリーダーボードでランキングになってます。企業が自分でうちの AI はすごいんですって言ってるわけではなくて、実際に使った人たちの評価で決まっている。これがポイントですね。もちろんこれが全て正しいわけじゃないんですが、参考にはなりますよね。新しいサービスの発見にもなると思います。こうしてみると本当に生成 AI のサービスっていっぱい出てくるんですね。結構びっくりします。で、ランキングは変動するので、皆さんが見るときにはまたちょっと変わっているかもしれないです。次にコンペアモードを紹介します。これも便利なんですよね。自分が比較したいサービスを選んで、上に並んでいる物体の写真をクリックすると、それぞれのサービスがどんな 3D モデルを生成するか比較できます。このモデルを生成するんであれば、このサービスとこのサービスどっちがいいかなみたいな時に使いますね。そしてあとレビューズメニューも参考になります。トータルスコアだけじゃなくって、HD メッシュ、ローポリーメッシュ、テクスチャー PBR と切り口によって順位が変わるんですね。自分が重視するポイントに合わせて見られるので、いろいろ条件を変えてみてみてください。これもそのレビューなので必ずしも正しいわけではないと思います。ただ参考にはなるかなと思います。実は本家本元というかハギングフェイスっていうのを聞いたことある人がいるかもしれません。こちらも3D の比較できるんですけれども、こちらはちょっと学術寄りで専門家によるクローズドな評価がメインで、ちょっとね動いたり動かなかったりする時があるんですよね。私がやった時ちょっとエラーが多かったかななんて思ったりで、なので今回はより商用サービスを使う人向けのトップ 3DAI をご紹介しました。さて2026年これから生成 AI と 3D モデリングはどうなっていくんでしょうね。まず2025年、もう去年ですね。去年の進化をちょっと振り返ってみましょう。こちらの東京九段工作ラボのサイトで紹介したサービスが実は3つあります。トリポ、ハイテム 3D、メッシー。この3つを何回かご紹介させていただいてます。2025年の進化を振り返ってみましょう。まずハイテム 3D、2025年秋にバージョン 1.5 が登場して写真からの生成精度が向上しました。この時に初めてハイテム 3D をご紹介したんですけれども、すごい反響でした。そして翌月さらに 1536p プロモデル、こういう高精細モードがリリースされて、こちらの動画でどれだけ高精細にできるのかをご紹介しています。そして年末、つい数日前ですね、待望のバージョン 2.0 がリリースされています。写真からの生成がさらにリアルになりました。次にトリポです。こちらは8月にバージョン 3.0 が出て、形状の正確さや生成速度っていうのがすごく高くなっています。
なので10月にこちらのトリポを使って不思議の国のアリスのキャラクターたちを作り出した動画がこちらになります。ナノバナナを使ってこのトリポスタジオっていう中で作り出してるんですけれども、ぜひ見てください。そして先月12月ですね、トリポスタジオが大幅にアップデートされてます。複数アングルの写真からモデルを生成できるマルチビューの生成もできるようになりましたし、自動でリギングしてくれる機能も追加されてます。で、100種類以上のアニメーションプリセットがあるので、キャラクターを動かしたい人にはかなり便利になっていますね。今月ですね、この新しいバージョンを試した動画を出す予定にしているので、楽しみにしていてください。最後にメッシーです。メッシーは8月にバージョン5の正式版が登場しました。このバージョンで作成して公開したティラノサウルスのショート動画、実は100万再生を記録したんです。さらに10月にはバージョン6のプレビューが登場してスカルプト級のディテールを実現しています。こちらのバージョンではクリスマスに合わせて白クマ楽団をバッチ生成しています。このメッシーのバッチ生成はすごい便利かなと思っています。じゃあ2026年どうなるんでしょう。私は今度生成から仕上げの自動化に移るんじゃないかなと思ってます。2025年まではいかにすごい形を一発で出すかの勝負だったかなと思ってます。ただ2026年はこの形を作った後の面倒な後処理 AI がもっと出てくるのかなと思ってます。例えば作った後にぐちゃぐちゃになっているポリゴンをプロが手直したような綺麗な並びに AI が自動変換してくれると。そうすればフュージョンなどの CAD で編集しやすいデータになる可能性があるかなと思っています。あとその歪みのないテクスチャー展開も自動化されると嬉しいなと。だからその辺も AI でできるようになってくるのかなと思っていて、人間はクリエイティブな指示を出して AI が裏方としてデータをきれいに仕上げると。今後はこうしたワークフローの全体を取り込んだサービスが増えてくるんじゃないかなと思っています。で、このチャンネルではそんな可能性をいち早く取り入れて皆さんと一緒に未来を見ていきたいと思っています。で、2026年はサービス紹介だけでなく 3D 生成 AI の大きな流れや最新ニュースもお届けできればなと思っています。もしこの動画が参考になったらぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひ一緒にこの未来を楽しんでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。明けましておめでとうございます。2026年いよいよ始まりましたね。今年の干支は馬年っていうことで 3D プリンターでプリント染めをしてみました。作ったのはチェスのナイトの駒、馬の駒ですね。今回はレプラッパなんて読むんだこれ。レプラッパーの3色フィラメントを使ってみたんですが、見る角度で色が変わってめちゃくちゃユニークな仕上がりになりました。これまたショート動画とかでも詳しくご紹介しますね。これ面白いです。フィラメントのリンクは概要欄に貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今年も楽しく作っていきましょう。